こんにちは、あおいです。今日はこれからの夏に特におすすめのナスと豚肉の味噌炒めのレシピをご紹介していきます。この味噌炒めのレシピは本当に保育園でも大人気で、必ず完食して帰ってくるレシピの一つです。ナスとピーマンとネギってすごくね、子供が苦手な野菜になるんですけれども、それを食べやすくする方法も今回はご紹介していきます。それでは早速作っていきましょう。葵の給食室。今日使う材料は長ネギとナス、それからピーマンと、あと豚もも肉です。豚もも肉はもう 1,2 センチ幅にカットしてあります。と調味料は味噌とお砂糖とお醤油。もうね、切って焼くだけなんで本当に簡単です。あとこのね、ナスとピーマンは夏に美味しくなる野菜になるので、これからねちょっと食欲が落ちた時とか、特に水分もたくさん含まれてますので、ぜひおすすめですので作ってみてください。で、今日もウェブサイトの自動分量計算機の大人2人3歳以上児2人の分量で作っていきます。ではナスを切っていきましょう。上のヘタの部分をまず切り落としたら、そしたらナスのナスの皮っていうのはお子様にとってね、少し噛み切りにくいので、皮をね交互に剥いていきます。全部じゃなくてちょっとだけ食感を残したいので、しましまになるように剥いていきます。こんな感じでしまめに剥いていきましょう。こっちもね。そしたらナスはまず縦に1、2、3、4、8等分ですね。縦に8等分にしたら、これを4等分に切っていきます。1、2、3と。そしたらナスはアクがありますので、お水に浸しておきます。で、ナスはお水に浸した状態で10分このままアク抜きをしていきましょう。ピーマンは上のヘタの部分切り落としたら、中の種をまず取り除いていきます。あとピーマンはこのね、ヘタの中心の部分だけ取り除ければ、ここの周りは使えますので、周りも一緒に入れていきましょう。そしたらピーマンはだいたい1センチ角くらいに切っていきます。ネギを切っていきます。ネギは下の部分と、あと上の先の方を切り落として、長ネギはこの筒になっているこの中の方にすごくね、土が溜まりやすいので、この中もしっかりと洗っていきましょう。長ネギはね、この上の部分もしっかり食べられますので、ここも残さずね、使っていきます。そしたらネギは小口切りにしていきましょう。本当はね、このナス味噌ってネギざっくりと大きく切って炒めたいところなんですけれども、お子様用で、ネギはね結構辛みがある野菜ですので、お子様用は小口切りにしていきます。でもしネギがねすごい太い場合は、これ半分に切った大きさの薄切りにしていっても大丈夫です。で、ネギはねこう切ってるとこういう形のネギがあって、これをね子供たちが見つけるとハートのネギだって言ってね、すごいよく喜んでました。では炒めていきましょう。油を引いていきます。普通のねサラダ油使います。油温まったら野菜から順番に炒めていきます。野菜をね全てこの中に入れていきます。ピーマンと、それから長ネギもね辛みがすごくありますので、一番最初に入れて炒めていきます。ナスは先ほどお水に浸してありましたので、油跳ねしないようにキッチンペーパーで少し軽く水分拭き取って入れていきましょう。今日使ってる野菜は、ピーマンがねすごく苦いっていうのと、ネギがすごく辛いので、お子様がねちょっと苦手な野菜が入ってるんですね。なのでこれをしっかりと炒めて、野菜の辛みとか苦みをなくしていきます。
なのでよく炒めるので、色はね残すっていうのはちょっと難しいんですよね。どうしても長く炒めるのでピーマンの色とかもくすんじゃうんですけど、それぐらいになった方がお子様は食べやすいです。最初火加減は中火で炒めていきます。今だいたい5分ぐらい炒めてるんですが、そうすると野菜の水分が飛んで焦げやすくなってきますので、そしたら様子を見て強めの弱火に少しね火を変えて炒めていきます。だいたい全部で15分ぐらい炒めてます。もうねかなり色も変わってしっかりとピーマンとネギとナスの食感がねかなりなくなって柔らかくなってきたら、ここで豚肉を入れていきます。豚もも肉入れていきましょう。子供用のナスの味噌炒め作るポイントは、この野菜をとにかく最初の方に炒めることですね。結構長いんですけれども、今日使ってる野菜、特にねお子様が苦手という苦手ランキングに入ってくる野菜になるので、なのでしっかりと炒めて、この野菜独特の苦さとか辛さとか、あと食感とか、そういったものをなるべくねこの炒めた時点で軽減していくっていうのが大切です。なのでね、サムネ映えとかは絶対しませんけれどもそういうね、それぐらい色がねなくなるぐらいが美味しく食べられるポイントです。で、豚肉はすごくね噛み切りにくい食材ですので、くっつかないようにほぐしながら炒めていきます。豚肉の色が変わったら味付けをしていきましょう。お味噌とそれからお醤油とお砂糖はもう事前に混ぜておきます。味噌ってね塊なのですごい混ぜにくいんですよね、このまま入れちゃうと。なのでこれで事前に混ぜて少しね柔らかくしておくと混ぜやすくなります。そしたらここに入れていきましょう。味噌で味付けしていきますね。味噌入れるとちょっと焦げやすいので火はね弱火にして炒めていきましょう。うわー、いい匂いしてきた味噌味って子供がねすごい好む味なんですよ。なので味噌味で味付けした給食って大抵食べますね、子供たち。調味料入れてだいたい2分ぐらい加熱したらもうこれで完成です。この味噌の味としっかりと野菜を炒めることで、この苦手なね子供の野菜がすごく食べやすくなります。葵の給食室。給食嬉しいな、なんでも食べましょう、よく噛んでみんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。美味しそう味噌のいい香りがすごいしていて、私この味噌味のが大好きだから早く食べたかった。いただきます。美味しい。すごい、なんだろう、野菜すごい全体的に甘くて、これはお砂糖の味もあるんですけど、野菜それぞれのね甘さがかなり出てますね、これ。さっきからね言ってますけど、見た目はどうしてもねサムネ映えしないようなちょっと薄い色味になってしまうんですけれども、味は抜群に美味しいです味噌の味がねそれぞれに絡まって、でさらにねこの野菜をしっかり炒めたので野菜の苦みがなくなって、逆に野菜の甘さとかうまさがじんわりと豚肉の方に広がってますので、本当にピーマンとかナスとかネギがね食べやすくなってます。味噌炒めは本当に子供がねよく食べますので、これを普通に主食おかずとして出すこともありますし、お米の上に乗せてナスの味噌炒め丼っていう形で丼で出すこともあります。多分ピーマンとかナスとかネギとかね嫌いなお子様って結構いらっしゃると思うんですけれども、野菜を最初にまず豚肉入れる前にじっくり炒める。で
こうシャキシャキっていうのがちょっと残っているとやっぱりすごくね食べにくくて、それだとまだ苦味が残っている状態なので、噛んだ時にかなりもうね柔らかくなっているぐらいしっかり炒めてあげるとお子様がすごく食べやすくなります。これから夏にかけてねこの野菜がどんどん美味しくなってきますので、ぜひぜひこれ本当に美味しいので皆さん作ってみてください。YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップに登録すると毎月保育園にお送りしている献立葵の献立表の閲覧、限定生放送や食育講座への参加、未公開レシピ動画の閲覧など他にもたくさんの特典をご用意しています。葵の献立表のサンプルやその使い方、メンバーシップの登録については概要欄のリンクをタップしてください。皆さんのご参加お待ちしております。生放送でもたくさん交流しましょう。